こんにちは。ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらのスマホポシェットを紹介します。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。付録の定規の R2 と R3、このカーブを使って紹介していきます。もちろんね、定規がない方でもお手持ちのものとかで代用できたりとか、あとは分かるように画面の方を工夫していますので、ぜひ動画の方を最後までご覧いただきながら一緒に作っていただけたら嬉しいです。で、この中に入れられるものがですね、このカバーがないタイプのこのスマホポシェットになってますので、もしカバーを入れる場合はですね、ちょっとポケットを使うと少しきつくなってしまうんですね。なのでその場合はこの幅の部分を少しアップしていただいて、でこちらは大きいサイズにして手帳型が入るようにしています。布合わせもね少し変えて、ここにリバティの飾り布をつけてアクセントにしてみました。で内側に入れるとですね、結構すんなり入りますよね。こう重ねるとね、こんな感じ、ちょうど2センチですね。ぜひね、皆様お手持ちのスマホに合わせて手作りを楽しんでいただけたらと思います。で実際にですね、このまま入れても結構ねゆとりがある感じです。やっぱりね、イヤホンをね一緒に持ち歩けると結構便利ですよね。それでは早速始めていきましょう。準備するパーツの紹介です。画面をご覧いただきながらご準備の方をお願いします。で外布の後ろ面には接着キルトを全面に貼っています。そして前側には接着芯を貼っています。今回は中圧の接着芯を貼りました。で使用する素材はこちらはリネンになります。薄手のリネンを使っています。それからこちらはレース、透け感のあるレースと無地の生地を内側に合わせています。そしたらまず最初にファスナーから準備をしていきます。このファスナーのタブを2つ折りにしてください。際をまず縫いましょう。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7。縫い目の長さは通常の 2.4 もしくは 2.6 などでご準備ください。ミシンの針は11番普通地用になります。際を縫い終えたところです。そしたらこのファスナーの端に合わせていきます。開き口のところに留めていきます。こちらはファスナーの幅に合わせて 2.5 センチにしています。そうしたらこの上下を縫いましょう。で今度金具がありますのでファスナー押さえに変えて縫いましょう。針をね左側にした状態で縫います。縫い終わり返し縫いをします。はい、こんな感じで上下縫い終えたところです。裏側はこのような感じになっています。こちらの作り方はね何回も登場してますが、まず持ち手とね同じなんですよね。まず2つ折りにしてこのコロコロオープナーでたらこの中央の線に合わせて布端を合わせていきます。はい、そしたら今度はこの際を縫いましょう。で際はこう端っこ縫ったら反対側も縫っていきます。際を縫う時に便利なのがこちらもよく登場しておりますが、本来はねジグザグ縫い用にして使う立ち目かがり押さえというものになります。このエッジのところが布端に揃うことで際が綺麗に縫えますので、
こちらはね、ミシンを購入した時に大体ね、押さえパーツとして入っているものなんですよね。メーカーによってちょっと異なるかとは思うんですが、もし同じタイプのものがあるようでしたら試してみてください。はい、そうしたらこの布の端のところをここのエッジのところに合わせていきます。返し縫いするとちょっと難しいと思うので、そのまま端に針を刺したらまっすぐ縫っていきましょう。一度にね、縫っていきます。反対側も。そしたらこちら半分に切ります。そしたらこの後 D カンを通していきます。そしたら本体上の方にですね、レースとこのアンティークのタグをつけていきます。そのためのちょっと合い印をつけていきたいと思います。で、合い印をつけるときに便利なこちらの定規を使っていきたいと思います。まず端から3センチのところに印をつけますので、この3と書いてあるところに合わせて印を上下に入れます。今回使用しているのね、アンティークのレースになるんですけれども、非常にね繊細なので仮留め用の糊を使っていきます。仮留め用の糊を使うと待ち針刺さずとも綺麗に止まりますので、際のところを縫います。ぐるっと90度回転させながら一度に縫っていきます。そうしたら今度はこのイニシャルタグをこのような感じでつけますので、これも合い印つけていきます。これは2センチ上にしますので、数字2って書いてあるところですね。これを合わせて印をつけておきます。こちらもパリのクリニャンクールののみの市で購入してきたイニシャルタグになります。非常にね貴重なんですけど、なんとね N が見つかったので、1文字って珍しいんですよね。いつも2文字なので1文字があったので思わず購入しました。でこちらをこの2センチのところに合わせます。だからちょっと本のサイズよりはちょっと小さめなんですが、もちろんねなくてもいいですし、例えばここボタンにしてもおしゃれかなと思います。ミシンで縫いたいと思います。そしたらファスナーをつけていきます。実際に組み立っていく感じはこういうようなイメージになっています。こちらがポケットの内側になります。ではまず最初に前面のポケットの方から作っていきます。はい、そしたらファスナーをこちらのレースの生地の方に裏にして重ねます。重ねたら両端待ち針で留めておきましょう。端から 5mm を縫いましょう。5mm の目安がわからない方はこの折り目のところに印を書いておくといいですよ。暗くて分かりにくくなってくる場合はこうやってねちょっとずつ印をつけておくと自分の目線の置き場になります。5mm を縫いましょう。そうしたらファスナー押さえに変えて針を左側にします。1センチ先に今針が降りてるところです。返し縫いからスタートします。割とちょっと引っ張りましょう。はい、そしたらアジャスターを動かします。常に縫うときは手前を平らにしながら縫いましょう。返し縫いをします。はい、では 5mm で縫い終えたところです。そうしたら内布を重ねます。重ねたら裏にして今縫った面を見ながら縫っていきます。そうしたら端から 7mm を縫います。で 7mm を縫うときはマスキングテープをガイドに合わせて貼っておくといいですよ。そしたら布の端をマスキングテープのこの端に合わせるようにして縫っていきます。そうすると綺麗にまっすぐ縫うことができますので、ぜひお試しください。1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。
目打ちも使いましょう。ぜひね、両手使えるといいですよ、ファスナー縫うときは。はい、そしたらこの辺りでアジャスターがこうね邪魔になってきますので、一回布をめくって押さえも上げます。このアジャスターを動かしましょう。でもう一度押さえを下げて、このね手前が平らになっている状態で続けて縫っていきます。そしたらコロコロオープナーを使いましょう。こちらで縫い代をしっかり倒していきます。片方ずつですね、こういうふうにこの縫い合わせのところですね、しっかりと開きます。で反対側も同じようにして、この部分がですねふっくらしてないようにしっかりと倒しておきます。でそしたら今度は端からねだいたい 1.5 ミリぐらいがいいかなと思います。際を縫いましょう。そしたらここにアジャスターがありますので、先ほどと同じように一度押さえを上げてアジャスターずらして、必ずね手前が平らになっている状態で縫いましょう。はい、縫い終えたところです。こんな感じで際きれいに縫えてるかなと思います。そしたら今度はこの上のパーツを縫います。で同じようにしてこの状態でパタンと倒しましょう。で倒したらファスナーを見ながら縫っていきましょう。でこの端のところですね、こうちょっとギザギザのところちょっとはみ出てると思いますので、この横をきれいに揃えるようにして縫います。最初にファスナー切っちゃうとちょっと間違えちゃう時があるので、最後に切るようにしたらいいかなと思います。で今アジャスターここにいますので、縫いながら横にずらしながら先ほどと同じようにして5ミリを縫いましょう。先ほどと同じように内布をかぶせて表にして、縫い目を見ながら7ミリを縫いましょう。はい、縫い終えたところです。この上側だけコロコロオープナーで倒してください。この状態で際を縫います。先ほどみたいにこれを上に上げてしまうと間違えてしまいますので気をつけてください。はい、では縫い終えたところになります。開けるとこういうふうに青い生地が見えるようになっています。そしたらこの周囲を仮止めしていきます。待ち針で留めていきましょう。粗ミシンで5ミリで縫っていきます。粗ミシンをかけるときは縫い目の長さを一番大きく、このミシンでは 5.0 が一番マックスだったのでこのサイズにしています。そしたら針が動かせる方は一番右側にずらしておきましょう。そうすると端から5ミリ縫うことができますので、押さえの端をこの布端に合わせて縫うことができます。縫い始めはね、大体そうですね、ちょっと厚みが減る 2、3 センチ下のところで大丈夫です。このままぐるーっと粗ミシンかけていきます。はい、では周囲が縫えたところで、この脇タブの方も一緒に留めておきます。このちょうど縫い代が終わるところ、このね段差がちょうど減るところに留めましょう。はい、それではこの表面のパーツが仕上がったところで、このカーブを描いていきます。定規がない方はこちらの画面をご覧いただきながら作ってみてください。そしたらですね、今回使用する定規はこちらになります。この R2 と R3 のカーブを使っていきます。で R3 っていうのが3センチのカーブになってます。R2 というのが2センチのカーブです。で2枚を重ねて、この R2 のカーブはカットしないでくださいね。外側のみカットしておきましょう。はい、でこういう風にねカットができたところで、今度は同時に中央の合い印も入れていきたいと思います。
この輪になったところを横2ミリ、縦3ミリでハサミを斜めに入れてカットします。こちらを上下に入れてください。はい、それでは同じようにして外布の方も仕上げておきます。はい、それではこれで全てのパーツのカーブが切り終えて、中央の合い印が全て上下にね付け終えたところになります。続いて外袋と内袋を作ります。まず中表に重ねましょう。それぞれを中表に重ねます。はい、でこの後このぐるっとね周囲を縫っていくんですけれども、この内袋の方には返し口を残す必要があります。この定規でいうとこの幅が 5.5 センチになりますので、こうやって当ててちょっと上かなぐらいのところで印をつけておくといいですよ。あんまり小さいと出しにくくなっちゃうので6センチぐらいあるといいかなと思います。そうしたら周囲を待ち針で留めましょう。まず内袋の方から忘れないようにこの返し口のところにこういうふうに線つけたところですね、ここに待ち針留めておくといいですよ。でこの中央の合い印はピタッと揃えておきましょう。はい、では待ち針が留め終えたところです。で待ち針の留め方なんですけれども、こういうふうに玉を外側にしておくとこうやってシュッとね縫いながら抜きやすくなるんですね。なので皆さん多分型紙とかをやるときに大体こう外に向けて待ち針を留めるので、こういうふうに留めてる方も多いかと思うんですが、是非ねこの機会にこのね逆から留めるという方法も試してみてください。慣れるまではちょっと手元がぎこちなくなるかもしれないんですが、慣れてくるとこの方がすごく効率よくなりますので、是非お試しください。私も最初の時はこうやってずっと留めてたんですよ、こういう風に。でもねこういう風に玉を外側にしたらちょっとワンアクションでこうやってスッて抜けるのがね気持ちよくなって、もうずっとこの状態になりました。是非皆様もこの機会に参考にしていただけたら嬉しいです。それではこの周囲を1センチぐるっと縫いましょう。でこのカーブの部分ですね、線引いてありますので、このカーブの部分は線を見ながら線の上をしっかりと縫っていきます。内袋は返し口必ず縫い残すようにしましょう。で外袋はぐるっと一周、この合い印がずれてきたら全部ずれてきちゃうので、ここをずれないようにするのがポイントになります。はい、では1センチ先に針を下ろしたところです。割とねちょっと引っ張りましょう。でこのマスキングテープまた1センチのところに貼り直して、この布端がピタッと合うようにして縫っていきましょう。この返し口のところで1回返し縫いします。はい、ではカーブのところ差し掛かってきました。ここはねもう線書いてあるので、この線の上ゆっくり縫いましょう。ちょっとマスキングテープのガイドとずれるかもわかんないですけど、ゆっくり縫っていきましょう。でこのファスナーの開き口のところですね、重なりが強いので返し縫いをしっかり入れていきます。あとねファスナーこの辺までずらしておくといいですよ。金具に当たって縫いにくくなりますからね。はい、縫い終えたところです。そうしたらカーブを切り落としていきます。今カーブのところ1センチになってますので、3ミリほどまず切り落としましょう。
5ミリ以上は残ってるようにしてください。あんまり切りすぎないようにね、気をつけてください。これは内布も同じようにしてカットしておきます。はい、そしたらこの外布だけこのカーブのところに切り込みを入れます。ちょっとカーブがきついので、これは5ミリ間隔ぐらいでミシン目の際のところまで切り込み入れましょう。ミシン目切らないように気をつけてください。今度はこのタブをこの表のこのレースがついてない面の方に合わせてください。片側のみにつけるようになります。で縫い合わせは内側になるようにしましょう。内側ってこちら側ですね。そしたらそれぞれを仮止めします。はい、ではこんな風に端から5ミリのところ仮止め終えたところです。そしたら表にしましょう。表にしてから仮止めしてもよかったですね。ちょっと先にやってしまいましたけど、やりやすい方法でお試しください。はい、ではこう表にしたところでこういう感じですね。片面のみについているようになります。そしたら返し口をこう左側にした状態で内袋に入れていきます。そしたら合い印、内袋に入れたら合い印を止めていきましょう。そしたら脇の縫い代の倒し方なんですが、この厚いタブがありますので、全てね右側っていうのかな、タブじゃない方にこういう風に倒しておきましょう。これ反対側も縫い代反対側に倒します。こうすることで厚みが均等になります。あとね、この脇がずれにくくなるので、是非この方法を試してみてください。あとこう縫う時のこの口が非常に狭いので、クリップより待ち針留めて進めるといいかなと思います。そしたら縫い始めも脇から縫いましょう。縫い込みしないようにゆっくり縫っていきます。最後にミシン目を重ねる方法を紹介しますので、最初は返し縫いをしないで縫います。金具がありますので、金具も気をつけてください。はい、そしたら最初の糸が見えたところで根元から糸を切りましょう。最初の縫い始めがここになってますので、縫い終わりこの辺までミシン目を重ねて縫いましょう。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね狭いからやりにくかったと思うんですが、このね脇の部分はピタッと綺麗に決まってるんじゃないかなと思います。この部分結構ね難しいんですよね、1個ずつやっていくと。なので是非この方法を試してみてください。厚みをねこう均等にすることでピタッとギュッと収まる方法で今回紹介させていただいてます。脇はねこのね真ん中に合わせる方法もあるんですが、ちょっとね難易度が上がってしまうのと、厚みが増すとね家庭用ミシン縫いにくくなりますので、この方法ぜひお試しください。そしたら返し口から表にしていきます。この部分ですね。コロコロオープナーでまず形を整えてから内側に入れていきたいと思います。こんな感じでしっかりとこうやって倒しておきます。こうすることでこの後仕上げに際を縫うんですが、内側のね生地がしっかり収まってきますので、是非このコロコロオープナーにつけてみてください。でこうやってしっかりと倒していきます。でこの時に内布がちょっと浮いてくるようだったら、少しね内袋のところを少し出してあげても、こうやってちょっとねアクセントにもなりますので、是非こんな感じで、例えばねストライプとかで仕上げてる場合とかはおしゃれになると思うので、ちょっとこういう風に出していってもいいかと思います。はい、ではねあともう少しですね。ここ縫って返し口閉じたら終わりなので、もう少しだけ頑張りましょう。でこの立ち目かかり押さえを今回も使っていこうと思います。もしねお手持ちにある方は使ってみてください。ない方は端からだいたい 1.5 ミリ、2ミリぐらいを目安に縫ってみましょう。ゆっくり縫っていきましょう。
このタブのところですね、持ち上がってきますので、しっかり目打ちで押さえて縫っていきます。そうしたら最初の糸がありますので、内布を縫った時と同じようにですね、内側で縫った時と同じように最初のこの糸を根元からしっかりと切っておきます。はい、そしたらミシン目を重ねてここまで縫いましょう。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、ひは縫い終えたところです。そうしたら返し口を閉じて仕上げていきます。返し口はこの直線の部分になりますので、今回は際のミシンで仕上げていきます。開き口のところから 5mm ずつ余分に際を縫いましょう。はい、ではこんな感じで縫い終えたところです。この地と地で縫う方法は別の動画でも紹介してますので、よかったらそちらの方もご覧いただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。お疲れ様でした。最後ね、この際を縫うのはちょっとね難しかったかなと思うんですが、こういう風にこのタブをつけるときはこの作り方の方が家庭用ミシンでは作りやすいんじゃないかなと思って、作り方の方を工夫して紹介させていただいております。違う縫い方でね、もちろん同じように仕上げることもできるんですが、是非この方法も試していただけたらと思います。で、実際に家庭用ミシンでできますのでね、皆様の手作りに役立てていただけたらと思います。今回ね、ファスナーもつきましたし、カーブも縫ったりとか、ちょっとね難しいポイント多かったと思うんですが、よかったら作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画の方ですね、ご覧いただいて見たよの際にグッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回の YouTube 動画をご覧いただいて、さらにステップアップを目指されたい方には、私はですね、防具学園で普段授業の方を行っております。あとオンライン講座も各種ございますので、ぜひこの機会にご受講をご検討いただけますと嬉しいです。あとおすすめの手芸道具なども概要欄に記載していますので、よかったら時々チェックしてみてください。